まだ遠いな。Google には道が載ってないんだよね。まだ1キロくらいあるのかな。よし、行ってみよう。今回、東農探検隊が訪れた場所は、豊田市旭地区、牛地町、旧旭町にある山、駒山。駒山の山頂に、高間灰寺という表示を Google マップで見つけ、その場所を目指すことにしました。市の歴史を記した書物によると、駒寺は白鳳時代、7世紀の創建で645年から710年頃の建造物である。なんと、中世には700人から800人の修行僧がいたと伝わる。中世とは、平安時代後期、11世紀後半から戦国時代、16世紀に至る。その間の500年間を指しています。天台宗の山岳寺院だったが、天保年間1673年から臨済宗に変わり、南朝伝説と馬の信仰で知られた寺院でした。馬を扱う人々が繁殖、病気併誘、家境繁栄、家内安全を願って奉納した。東農地方を含めたこの地方が馬産地として隆盛を極めていたことは、駒山という名からも昔からの馬の産地であったことが感じられる。地図にはない道を進み、山を登るといくつも分かれ道があり、雪の降り積もった白い景色の中、方向がわからなくなることを何度か繰り返していた、そんな時でした。観音様。23って書いてある。もしかしてこれ33観音ってやつかな。番号書いてるもんね。じゃあこの道で合ってんのかな。なんかね、これ車輪が1個だよね。バイクかなんかの足跡もある。雪降ったの昨日だから、昨日誰か来てたのかな。動物の足と、これバイクかな。これ人の足もあるよね、ここに。このバイクの車輪、タイヤ痕についていけばつくのかな。あ、あれ、これは書いてない。何も書いてないパターンもあるの？でもこっちにあるはず。もうね、だいぶ近いです。もうすぐそばだ。よし。いや、
すごく近くまで来ましたね。タイヤ痕と人の足跡は次第に薄く見えなくなり、時折現れる観音様の姿を心強く感じながら参道を進みました。細いね。33って書いてる。見えるかな。33って書いてる。ここがそう。この上にあんのかな。なんか建物が見えるよ。あそこわかるかな。よし。どうやらね、ここがお寺の入り口みたいですね。鍵がね、前はかかってたみたいだけど。石垣がね、見えてきたね。2022年12月現在、石垣の上にあったと思われる。本堂はすでに倒壊しており、木材が多く積み重なっている状態でした。本来の姿が気になり、帰宅してから調べてみると、本堂は2012年頃に倒壊。本堂の右隣に立っていて、寺院の番人が生活していた。住居は2019年頃に倒壊したことが分かりました。何これ。すごい大きな切り株だね。本堂翼の大きな切り株は、落雷で倒木し、新庄市にある蓬莱寺の再建のために使われたとされている。蓬莱寺は寺伝によると、白鳳元年、673年に創立され、元は6年、1620年の火災によって、多くの銅を焼失した。その後、寛永2年、1625年に、本堂再建を果たしている。ここに凛々しく立っていた木が、今から約400年前に運ばれ、徳川家光、家康ゆかりの、蓬莱寺の再建に使われたと思うと感慨深い。本堂横の小さな建屋には、ベンチが据え付けてあり、
どうやら休憩所なのかな。この落書きはちょっと異常だね。近づいてみると、何これ。壁一面に落書きがあり、その光景はホラーや怨念を連想させる仕上がりになっており、少し驚きました。人の名字や名前が多く書いてあり、いやいやいや。不気味な雰囲気が面白かったです。でも、ここで休憩したら、メンタルが下降気味になりそうなので、早々に立ち去りました。おお、滑る滑る。ピンク色のテープを目印に、約50メートル山を下り、本堂跡から、楼門へ向かいます。よし。楼門とはどんな門なのか。寺社などにある2階建て重層になった門のことで、下層に屋根がなくて上層に高欄付きの円を巡らした門のこと。もっと簡単に説明すると、2階建てで一番上だけに屋根がある形です。ちなみに下層に屋根のあるものは二重門と呼ばれているそうです。こんなものがあるの。高さ約15メートル。欅造りで4層式2階建て。その大きさからどれだけ立派なお寺だったのか実感することができました。そして帰宅してから動画を編集していると、2階に上がる階段付近にこんな落書きを見つけました。昭和42年10月12日、黒田翔。1968年3月28日、11時40分、春日井。いや、すごかった。東能探検隊隊長は自宅で動画の編集を進めるうちに2つの日付、1967年と1968年の落書きが気になりだしたんです。単純に考えて少なくても55年以上も前に駒寺は廃寺へと歩み出している。立派な門の様子からかなりの数の檀家を古くから抱えていたと想像できる。
なのになぜハイデラになったのか調べるとすぐに答えはわかりました。簡単にまとめると、駒寺はこの辺りが馬の産地で、馬の繁殖や無病息災を祀っていました。時代の流れとともに馬の繁殖が衰退し、訪れる人も少なくなりました。その後、自動車産業の発展の影響もあり、昭和32年から33年頃に無住職の寺となります。さらに、ハイデラへと拍車をかけたのが、1971年、昭和46年の矢作ダム完成です。寺を世話していた集落の大半100軒以上が水没し、檀家も離散となり住職も離れ、ハイデラとなったらしいのです。そして、集落の大半が水没という言葉で、もしかしたら、矢作ダムの周りには、廃集落の名残があるかもしれないと感じ、翌日、矢作ダム周辺を探索することにしました。はい、今日はね、ダムに来ています。ほら。今日はね、このダム周辺を探索したいと思います。取れる？なんか取るとね、ここ本当は大型侵入禁止やから。あ、大型が入れないの？だから契約車両だけ3台応答しよう。あ、一般車両が通れる？一般車両取れる。ああ、そうなんだね。おいちゃんはここの人？岡崎におる。あ、岡崎からこっち来てんの？うん、あ、そうか。ここね、ここややこしいんだ。仕事がね、この挟んで向こうトヨタやろ。そうだね。向こうがトヨタでこっちがエナだもんね。こっち側がね、こっち側がエナで、ダムを挟んで向かい側、さっきね、ガードマンのおじちゃんも言ってましたけど、向かい側がね、昨日取材したトヨタです。今日はね、昨日の反対側、江那市の方をね、矢作ダム休憩所から県道20号線を走行していると、山側に石垣が組まれた屋敷跡らしき場所を見つけることができました。なんとね、それっぽい場所を見つけました。今駐車場に車止めてるんですけども、見えるかな。反対側、山の方なんですけど、向こうにね、石垣みたいの見えるの分かりますか？多分ね、ここがそうなんじゃないかなと。こっちのね、水の中に村がね、沈んでしまって、ここにね、一部残ってるんじゃないかなって。いや、昨日は山でね、雪がすごい積もってましたけど、
こっち側全然違いますね。立派な石垣だね。こっち側また一段高くなって、なんか大きさ的にここに家があったんじゃないかな。ここが家で、今見えてるところがちょっと分かりづらいかな。こっち側が家で、これ入り口ね。ここが入り口で、こう。ここに家があったんじゃないかな。そんな気がします。でね、この家の向かい側、こっち側ね。ここがね、農地、畑とかだったんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、家があったと思われる場所を散策してみたいと思います。やっぱ多分そうだね。こっち側にも土留めの石垣がありますね。多分家の裏側だった。あ、なんかあそこにありますわ。タイルが見えるね。あ、まだ映像じゃ見えないかな。瓶が見えます。瓶が。多分キッチンだったのかな。ここに家があったんですね。ってことはこの辺にまだ家があるのかな。ちょっとあ、こっちもそうだね。ここにも家があった感じがしますね。この廃集落付近を探索中、とんでもない場所を発見してしまうんです多。分そうだ。今回は詳しい場所は教えることはできません。この廃集落付近とだけお伝えします。お、ん？あ、穴が開いてる。え？お、下水？なんだろうこれ。
さっきのね廃村跡と思われる場所からすぐのところなんですけども、こっちの方にね見つけました。まあこれは非常に簡易的なもんなんですけども、中の温度はねちょっと測ってみたら10度で、酸素もね大丈夫そうです。わかるかな、こう中からねあったかい空気がボーっと上がってくるんですよね。すごいね、風を感じます。こう葉っぱが揺れてるのわかるかな。うん、おお、何ここめっちゃ広いじゃん。すごい深い。ちょっとね簡易的なものじゃね太刀打ちできない感じだったんで、買いに一回戻ってきました。この GoPro だと危ないんで、ちょっとこっちのね小さいのに変えて、あとねガスとか酸素濃度もそうなんですけど、ガスとかも測れるやつをねつけて、ちょっと装備見直してからもう一回入ろうと思います。はい、途中からね、iPad での説明になって申し訳ないんですけども、今下がってきた地下通路なんですけどもね、これが木材です。でですね、この木材のある区間、撮影がねほとんどできませんでした。もう足場が悪くて撮影どころじゃないっていう感じですね。でね、この間の距離が200メーターくらいあったんですよね。でね、先に行ってしまいますと、今回この地下通路、1時間くらいねかかりました。で出るまでに。でね、
廃村、ここにあるのはね、廃村跡なんですよね。先ほど見た。でね、この廃村跡の下をずーっとまっすぐ永遠と続く感じです。果たしてね、この地下通路、どこに続くのか。じゃあ、映像の方、ご覧ください。すっごい深いよ。いやー、長いね。どこまで続いてんだろう、これ。かなり広いですよ、ほら。わかるかな。ん？とうとうね、出口が見えてきました。どのぐらい歩いたかな。途中からはね、すごい広くて歩きやすいんですけど、かなりね、メンタルやられますね、これ。どこに出るんだろう。これ後ろ見て、ずっと続いてるでしょ。帰ったらどのぐらい歩いたのか調べてみよう。綺麗にトンネル残っててね、特になんかあるってわけじゃないんですよね。よし、どこここ。すごい滑るな、足。どこここ。いやー、出口あってよかったよ。
お、階段があるよ。ちょっと上登ろう。いけんだろ。どこここ。わかんない。どこ。低い。いや、未だに何かわかんないんだけど、ここ。ダムの中に入っちゃってるね。ちょっと、国道に、上、道路走ってるね。上行ってみようか。発電所か。発電所の何あれ。串原発電所。1920年、大正9年に建設されて、48年間稼働したものの、矢作ダム建設の際に水没するため、昭和43年に廃止。発電所跡の大部分が矢作ダムに水没した。串原発電所は、古い水力発電所で、取水も放流も、同じ矢作川の水を使用していた。ということは、同じ矢作川から導水水道を使い、発電所まで水を運んでいたことになる。つまり、今回東濃探検隊、隊長が通ってきた地下通路は、発電用の水路トンネルということになる。